シャーム解放機構。ホワイトハウスでトランプ大統領と握手しているこちらの男性は、かつては国際テロ組織アルカイダのシリア支部を率いており、アメリカ政府により1000万ドルの懸賞金をかけられていました。かつてのシリアでは、1970年にハーフェズ・アサドが政権を掌握して以来、40年以上もアサド親子による独裁が続いていました。アサド政権下のシリアは、秘密警察が国民を監視し、反体制派やジャーナリストは逮捕される、自由のない世界でした。2011年、悪事を働く独裁政権を倒すため、いくつもの反政府勢力が台頭しシリア内戦が始まりました。この反政府勢力の一つに、ヌスラ戦線という組織がありました。ヌスラ戦線のリーダーであるアハマド・シャラーは、パレスチナの第二次インティファーダやアメリカ同時多発テロに影響を受け、欧米に対するジハード、聖戦に身を投じていた人物でした。当初のヌスラ戦線はテロ組織アルカイダの傘下であり、過激派組織 ISIS とも交流があったため、アメリカや UAE、トルコなどの諸外国からはテロ組織として危険視されていました。しかし、2013年には ISIS との、2016年にはアルカイダとの関係を解消。欧米へのジハードではなく、自由な民主国家シリアの再建を目指す組織、シャーム解放機構、と名乗るようになります。2024年、アサド政権と同盟関係にあったロシアがウクライナ戦争により弱体化した機会を見計らって、シャーム解放機構率いる反政府軍は大攻勢をかけました。当時、ロシアの他にイランやヒズボラがアサド政権を支援していましたが、彼らもまたイスラエルとの紛争により著しく弱体化していました。結果として、後ろ盾を失った政府軍はわずか11日で敗北し、アサド大統領はロシアへ亡命。シャーム解放機構のリーダーであるシャラーがシリア新大統領に就任し、新政権が誕生したのでした。この新政権は、2030年に正式な選挙を行うまでの5年間のみ政権を担当する暫定政府とされています。暫定政府発足後も、ISIS など過激派組織との戦いや内戦による荒廃からの復興など、シリアには様々な問題が残っていますが、苦難の時代を乗り越え、自由なシリアを作るシリア暫定政府の姿勢は、国際社会に受け入れられ始めています。ハマス。ハマスはパレスチナのガザ地区を統治するイスラム原理主義組織です。2023年にイスラエルとの間で勃発した戦争により、世界的に有名になりました。1920年代、イスラム教文化の復興を目指すムスリム同胞団がエジプトで設立され、パレスチナにも支部が設置されました。このムスリム同胞団は武装闘争ではなく、学校や病院の設立などの慈善活動を通じてイスラム教の復興を目指していました。ところが1980年代後半、パレスチナを占領するイスラエルに対し、パレスチナ人が放棄。いくつもの衝突事件が発生しました。このことをインティファーダと呼びます。インティファーダが発生すると、放棄した民衆を率いるため、パレスチナのムスリム同胞団は武装闘争部門を設置しました。この武装闘争部門は後にハマスと名付けられ、イスラエルの排除とパレスチナ国家の樹立を目標に活動することとなります。現在、ハマスは政党としての側面も有しており、ガザ地区の行政はハマスによって運営されています。パレスチナにおける主な政党にはハマスの他に、ヨルダン川西岸地区を支配するファタハが存在しますが、武装闘争を掲げる過激派ハマスと、対話を重視する穏健派ファタハの間の確執は深く、パレスチナにはガザとヨルダン川西岸に分かれた2つの政府が存在する状況が続いています。ハマスは1988年に定めたハマス憲章の中で、イスラエルとの和解や共存を完全に否定しており、いかなる国際会議や交渉も時間の無駄であり、武力こそが唯一の手段であるとしています。イスラエルとの戦争では停戦や人質の解放などの動きも見られますが、犠牲者は未だに増え続けており、終結の兆しはありません。彼らが望むパレスチナ国家樹立を実現する鍵は、ハマスがイスラエルやファタハとの間に抱えている、根深い対立の解消にあると言えるでしょう。タリバン。タリバンは現在アフガニスタンを支配している、イスラム教スンニ派のイスラム原理主義組織です。アメリカとの間で20年間にわたって繰り広げたアフガニスタン紛争や、パキスタンとの軍事衝突など、ニュースで彼らの名前を知った人も多いのではないでしょうか。1990年代、ソ連によるアフガン侵攻後の混乱の中で台頭し、アフガニスタン・イスラム首長国建国を宣言したタリバンですが、2001年の同時多発テロ発生後、アルカイダの指導者ウサマ・ビンラディンをかくまったことで、アメリカの軍事侵攻を受けます。タリバンによって倒された旧政権もアメリカに協力し、同時多発テロから3ヶ月後、タリバン政権は崩壊しました。しかし、地方へ逃れたタリバンは反政府組織として新政府に対する抵抗を続け、徐々に勢力を回復。2021年にはアフガニスタンからアメリカ軍が完全撤退し、タリバンは再びアフガニスタン全土を掌握しました。
現在タリバン政権を正式に国家承認しているのはロシアのみで、アフガニスタンは国際的に孤立した状況にあります。その理由の一つでもあるタリバン最大の特徴が、厳格なイスラム法解釈に基づいた超保守的な政策です。タリバンは女性の権利を厳しく制限しており、アフガニスタンでは女性はバスに乗ることや、公共施設を利用することさえできません。女性迫害とも言える深刻な状況に、国連安全保障理事会では状況の改善を求める決議が採択され、また、国際刑事裁判所はタリバン幹部に対して逮捕状を発行していますが、タリバンは応じていません。外交だけでなく経済的にも孤立しているアフガニスタンは、世界で最も貧しい国の一つとされ、現在でも1500万人が十分な量の食べ物を得られない状況にあるとされています。今後、タリバン政権が国際的に認められるかどうかは、これらの経済や人権などの問題改善にかかっていると言えます。長年の戦乱に苦しんだアフガニスタンが真の安定を取り戻すには、まだ多くの課題が残っているかもしれません。アルカイダ。It does not appear that there's any kind of an effort up there yet. Now remember, oh my God. That looks like a second plane. アルカイダは2001年にアメリカ同時多発テロを引き起こしたことで知られる、イスラム過激派組織です。現在も国連やアメリカ政府などによってテロ組織に指定されており、日本政府もアルカイダに対する資産凍結措置を行っています。1979年、ソビエト連邦という社会主義国がアフガニスタンに社会主義政権を作るため、軍事侵攻を行うと、ソ連と戦うため、侵攻に反発するイスラム教徒が義勇兵として中東各国からアフガニスタンに集まりました。この義勇兵の中に、サウジアラビアからやってきたウサマ・ビン・ラディンという男がいました。ビン・ラディンは義勇兵を統率する組織 MAK を立ち上げ、訓練や資金調達などの援助も行っていました。義勇兵たちの奮闘の結果、1988年にソ連はアフガニスタンから撤退。ビン・ラディンは一部のイスラム教徒から異教徒との戦い、ジハードに勝利した英雄と称されるようになります。こうして、ソ連のアフガン侵攻をきっかけに、ビン・ラディンは世界中でジハードを行うべきだ、と考えるようになり、ジハードを目的とする新組織アルカイダを設立しました。さらに、1991年の湾岸戦争の際にはアメリカ軍がサウジアラビアに駐留したことで、ビン・ラディンは、聖なるアラビア半島に異教徒が進出することに激怒しました。1996年、アルカイダはアメリカに対して宣戦布告を行い、ケニアとタンザニアでアメリカ大使館を、イエメンでアメリカの軍艦を爆破するテロを次々と実行。そして2001年には、約3000人が犠牲となった同時多発テロを起こしました。この同時多発テロをきっかけに、アメリカは対テロ戦争を開始。アルカイダの拠点となっていたアフガニスタンを攻撃しました。2011年、ビン・ラディンは米軍の特殊部隊によって殺害されますが、彼の思想は後世のテロリストたちに受け継がれ、現在もなお生き続けています。